は、どういたしまして、何か相談したいことがあるのですか？こんにちは、千代子です。ようこそお運びくださいました。さて、話しかけると言葉を理解して返事をしてくれる AI、ほっこりするコンパニオンロボットからわからないことを教えてくれる賢い生成 AI までいろいろありますよね。でも、多くの場合、問いかけの言葉を理解して情報を処理して言葉で返事してもらうには、ネットにつながっていることが必要です。こちらから何か言葉を発すると、それはどこか空の彼方の大掛かりなサーバーに送られて、そこで情報処理が行われて、返事が返ってくるわけですよね。でもここ数年、ローカルで処理をしてくれて、オフラインでやり取りのできる AI もどんどん注目を浴びてきました。そしてネットなしでも作動する AI チャットボットの自作もブログや動画に上がっています。軽量な AI モデルならラズベリーパイでも動くということなので、ここは千代子工房でも作ってみるしかない。セキュリティカメラ用に貼り込んだ2代目ラズパイ、ラズベリーパイ5でコンパニオン的なチャットボット制作にチャレンジです。では、まずはオフラインのローカル AI がどんなものなのかパソコンで見てみます。ネットなしで AI を走らせる方法はいくつかあるようなのですけど、有名どころのオラーマというツールを使います。オラーマの詳しいインストール方法や使い方については、いろいろな動画やブログで分かりやすく紹介されているので割愛しますが、自分のパソコンにオラーマをインストールしておいて、話してみたいオフラインの人工知能モデルを指定したら、オラーマが配送センターを通じてその人工知能に雲の上から降りてくるよう頼んでくれます。一度召喚したら待機要請をしない限りオフライン AI さんたちはうちに滞在してくれますので、雲度を更新する必要はありません。オラーマも AI モデルもインターネットにつながっていなくても大丈夫です。この絵ではオフライン AI のパイオニア的存在のラーマがやってきてくれていますが、オラーマを通じて何か問いかけたとき、うちの子になったラーマくんは返事をする前に雲の上にお伺いを立てる必要もなく自分で答えを考えますし、会話がうちの敷地の外に漏れることもありません。また別の違う AI モデルが降りてきてもラーマくんが追い出されるわけではありません。例えばミストラルさんという AI モデルに降りてきてもらっても、ミストラルさんと話している間、ラーマくんは家の中で待機をしていてくれます。いくつかのモデルを入れておいて、その時その時で使い分けることができるわけです。では、パソコンに文章 AI モデルをいくつか入れてみましたので、何か質問をしてみましょう。最初にお話ししておきますが、これらうちの子になってもらった AI モデルたちですが、ラズパイで使うことが前提なので、最新の最強版ではなくて比較的軽いバージョンのものを選んでいます。本当にオフラインで作動するのか確かめるためにインターネットは切断しておきます。まずは英語で、これはジェマちゃん短いけどフレンドリーな挨拶ですね。アインシュタインの相対性理論を簡潔にまとめてくれました。オフライン文章 AI のパイオニアラーマくんも相対性理論を2行でとお願いしたらやってくれました。他の AI モデルにも来てもらっているのですが、ファイさんは他のバージョンのことは分かりませんが、このバージョンではちょっと生真面目。手短にと頼んでも律儀すぎて返答が長いんです。チャットボット向きではないですね。またミストラルさんはこの軽量バージョンでは日本語に対応していないということなので残念。では日本語を試してみます。ジェマちゃん、日本語がちょっと微妙なところもないわけじゃないけど、普通に簡潔な情報を提供してくれました。ラーマくんにも日本語で聞いてみましたが、こちらもほぼうまくいきました。とパソコンでざっくりした予備テストをして、ラズベリーパイにはラーマくんとジェマちゃんを入れることにしました。再度強調させてください。以上は各 AI モデルともラズパイでもまあ動くだろうというようなバージョンを適当に選んでいますので、一般的に一からげにして
ファイ3よりもジェマの方が賢いよねとか、そういう話では全然ありません。オラーマをインストールしてラマとジェマを召喚しましたが、作動しているようです。で、コンパニオン的なチャットボットにするには、こちらが音声で話しかけたことを理解して情報処理した後、音声で答えてほしいのです。そこでこちらのサイトから Python のコードをもらってきました。これを必要に応じていろいろとあちこち増改築を繰り返していったのです。ざっくりとした流れです。まずはトリガー。AI に質問をする前にラズパイに録音を始めるように合図を送ります。マイクで録音された音は素早く文字起こしをします。そして内容が処理され、AI はどう返事をするのか決めます。そして生成された音声がその返答内容を読み上げるというわけです。で、まずはトリガー。ラズパイにつないだキーボードのスペースキーを押すか、特定の言葉を投げかけます。いわゆるウェイクワードですね。で、ラズパイのウェイクワードを認識させるためにオープンウェイクワードというツールを使いました。カスタムのウェイクワードも作れないことはないようなのですが、すぐに使える言葉はこの中から選びます。選択肢があまりなくて、まずこの一番上のはまずいでしょう。うちにアレクサはいませんが、法律的にどうなんでしょうね。まあ、Hey ラズパイを選んでおきました。なんかちょっとタメ口すぎて個人的な好みではないのですが、Hey の代わりに Hi とか Hello とかでもイントネーションによっては反応してくれました。ただですね、音声認識のトレーニングデータが男性の声だったのか、Hi ラズパイというテンションだと分かってくれません。かなり頑張ってキーを落としてなるべく太く低い声を作らねばならず、ずっとテストしていたらのど飴を探し回らないといけない羽目になりました。トリガー後に録音された音声の文字起こしには Whisper というツール、そして内容を理解して返事を考える文章 AI には、今回はラーマとジェマ両方試してみました。そして読み上げツールパイパーが声を返してくれます。ただパイパーにはいろいろな声が入っているのですけど、シャレで作るコンパニオンロボットにはちょっとどれもプロフェッショナルすぎるというか大人っぽすぎたので、声のキーを高くして喋るスピードを若干遅くして幼くしました。と、これは英語版の流れです。日本語版を作るにあたっては一部使用ツールを変更しました。音声認識 AI の Whisper の軽量版は日本語はあまり得意ではないのでベース版に変更。またパイパーは日本語対応していないそうなので、まずは OpenJTalk を使ってみるとそこそこサクサクと音声を合成してくれました。ただ、少々リスポンスが遅くても可愛い声も欲しかったのでボイスボックス版も作りました。音声の入力には、このラズパイはセキュリティシステムとして使うためにウェブカムがつなぎっぱなしになっているので、そのマイクを使いました。でも Bluetooth のマイクも使えないことはなかったです。また、ただ黒い箱につながったスピーカーが喋っているだけでは、パソコンではなくわざわざラズパイにするご利益が微妙なので、アルドゥイーノをつなげてサーボモーターを連動させることにしました。ガチャガチャのカプセルに穴を開けてサーボモーターで耳を動かすことに。アルドゥイーノナノが食品カップをひっくり返した中に入っています。では指導させてみましょう。まずは英語版。頼むことは3つ。ラマが何を食べるのか、前後を1つ、それと何かやる気の出る名言を1つ教えてほしいということです。Hi, Raspberry. Hello, Gemma. Hello. How can I help you today? Hi, Raspberry. What do llamas eat? Llamas eat grass. They are herbivores and their diet consists mainly of grasses, leaves and shrubs.
Hi, Razbai. Give me a phrase from Zen Buddhism. You're welcome. I'd be happy to offer a phrase from Zen Buddhism that may be helpful. Asterisk, asterisk, mindfulness, colon, asterisk. Give me an inspiring quote. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Maya Angelou. This quote reminds us that our greatest potential is often held back by our own self-doubts. 先ほどと同じ質問をラーマくんはこんな風に回答してくれました。次に日本語を言ってみましょう。パンダの食べ物について聞いてみました。それからきつねうどんの作り方を聞いて、そして笑い話を言ってくれないか頼みました。Hi, Razbai. こんにちは。こんにちは。お元気ですか？何か聞いてください。これはボイスボックスの猫使い B ちゃんの声です。少々時間はかかりますが、何か作業している時に時々は相手をしてもらうのには結構楽しいです。パンダはパンを食べることがあります。パンダは食肉や野菜を食べることが多いからです。ジェマやラーマがこういう奇て烈な答えを出した時に、オープン JL トークのアナウンサーさんのような声だとちょっと怖かったりするのですけど、猫使い B ちゃんの可愛い声だと笑いとして楽しめます。きつねうどんの作り方を教えて。きつねうどんはうどんと野菜を混ぜ合わせた料理です。まずうどんの粉と水を混ぜ合わせた後に野菜を混ぜ込むと完成します。笑い話を教えて。はい。頑張って笑うことね。笑えるだけで元気な気持ちになるよね。笑えることがいいなですね。笑って楽しいですね。同じ質問、ラーマだとどうなるでしょうか。パンダは何を食べますか？パンダは主にバナナ、草、木の芽などの木本植物を食べる動物です。きつねうどんの作り方を教えて。きつねうどんは主に冬の季節に楽しむ温かいお弁当です。以下はきつねうどんの作り方です。材料、うどん、白うどんや緑うどんを使用。肉、おろしかきや豚肉など、鹿かり、かきや海藻など、ご飯缶。ご飯の代わりに、ご飯缶の汁、ご飯の汁、鹿かりの汁、つくみ、トマトや大。笑い話を教えて。笑い話です。お母さんとおととしは朝起きたらお母さんがトンボロウさんと一緒に旅行に行くぞと言いました。おととしはやめ英語と日本語では回答の質というかタイプがいろいろな意味でかなり違いますね。というわけでオフライン AI でちょっとしたやり取りのできるコンパニオンの試作品できました。で、ここからどうなるかなのですけど、Arduino との連携で少しずつ機能を増やすこと、真っ先にトリガーは Arduino で処理することにしてウェイクワードを変えましょう。以前 Arduino と音声認識モジュールを使ってコンパニオンガジェットを作りましたが、今回のオフライン AI との一体化をしていこうかと思っています。それぞれ得意不得意が違いますからね。では今回はこの辺りで。最後までご視聴ありがとうございました。この続きもまた動画を上げていこうと思います。ぜひまたおいでくださいませ。またコメントやチャンネル登録していただけると大変励みになります。